欲しいものが手に入らない。人生が思い通りにならない。もっと良い人間になりたいが、煩悩を捨てることができない。執着を手放せない。この動画はそんな苦しみに苛まれているあなたのために作りました。人生には多くの苦しみがあります。その苦しみを手放そうと願って努力をしてみても、その努力が実らず挫折した経験はありませんか？良い行いをしようと思って心がけても続かなかったり、逆に自分自身が苦しくなったことはないですか？仏教の教えはそのような人生の苦しみを知恵の光によって解決してくれます。今回はある物語を通してあなたの苦しみを解決する仏教の教えをお伝えします。ブッダが悟ったその内容について新しい視点で一つの見解を与える試みです。仏教の教えについてすでに詳しい方も、これから学んでいこうと考えている方も、ぜひ一つの観点としてご覧ください。ご自身の苦しみを手放すための道を歩んでいただければと思います。古代のインドの小さな村ラーバナプラには修行に励む若き僧侶ラハールが住んでいました。ラハールは村でも類まれなる知恵と精神力を持った若者です。彼はいつか誰よりも優れた僧侶として悟りに至り、その教えを他の人々にも分け与えたいと考えていました。彼は仏教の教えを学び、日々良い行いをして下脱へと至る道を探求していました。しかし煩悩は捨てられず、いつも頭の中を覆い尽くす名誉欲やさまざまな欲求に悩まされてきました。このまま努力を続けて本当に悟りを開くことができるのだろうか。彼は勤め励みながらもなかなか結果が出ず、人生がずっと停滞しているように感じていました。そんなある日のこと、村の老師であり古い教義の守護者でもあるアショーカから特別な教えを授かる機会を得ました。ラハールは興奮と期待に胸を膨らませアショーカのもとへ向かいます。アショーカは穏やかな笑顔でラハールを迎え入れ、すぐに教えを始めました。今日お前に伝えたいのは十二支縁起の教えだ。これはブッダが悟ったこの世の真理であり、なぜ苦しみを経験するかを理解するのに役立つものだとアショーカは言いました。アショーカは言葉を続けます。十二支縁起はこの世界における苦しみの原因とその連鎖を説明している。かつてブッダが菩提樹の下で悟りを得た後語ったとされる真理の一つだ。私たちの究極の苦しみとは老いて死ぬこと、つまり老死である。その老死はそもそも生への執着から起こる。生に執着してしまうのは集めたものを所有しそれを大切にするからだ。それが無である。無に執着するのは自分のものにしようとする。主によって生ずる。自分のものにしたくなるのは愛着を抱くからだ。これは愛。愛は快と不快を感じる樹によって起こる。樹を感じるのは私たちの感覚が外界に触れるから。これが触である。外界と接触できるのは目、耳、鼻、舌、体、精神、これらの6つの感覚があるからだ。その根っこには精神的なものと物質的なものを感じる名識がある。そして感じるという主体である意識がそこにある。これを識という。意識とは何かに向けられて初めて意識と言えるが、その意識が起こる力として行がある。そしてその行は無明によって生ずる。これが十二支縁起の教えだ。ラハールは心に渦巻く疑問を死へと投げかけました。師よ、十二支縁起の教えについては理解できました。私たちの苦しみとは無明から始まっているのですね。その通りだ。ではその無明とは具体的に何を指すのでしょうか。この無明の真実を知らずしてどのようにして苦しみを滅することができるのでしょうか。アショーカは答えに詰まるとしばらく思案してからラハールを見つめ言葉を紡ぎました。無明、それは真実の道から遠ざかる無知と誤解。しかしその真実とは簡単に語ることのできない深遠なもの。それは各人が自らの修行と洞察を通じて探求し理解を深めていくべきこと。お前はすぐに近道を見つけたがる。それは良くないことだ。ラハールはアショーカの答えに納得がいかない様子で黙り込んでいました。アショーカの言葉はラハールにとってはまだ謎を残すものであり、彼の疑問を打ち消すには不十分でした。しかし
彼はこの無明の本質を理解することが真の悟りに至る鍵であると感じていました。だからこそその最も重要な論点を語らずにいる死に対して不満を抱いたのです。ですが師よ、確かブッダの教えの中に毒矢の話がありましたね。それこそ無明が何かを具体的に知り、この毒矢そのものを抜いてしまわなければ私たちは悟りを開くこともなく死んでしまうのではないでしょうか。アショーカは弟子の性分からしてこの追求はやむことはないだろうと感じていました。わかった。無明とはこの世の真理を知らないことだ。悟りを開いたブッダが語った教えはお前もいくつか知っているだろう。はい、以前教えていただいた死体のことですね。そうだ。どういう教えだったか覚えているかね。はい、死体とは仏教の基本教義で、生きることや苦しみについての理解を深め下脱への道を示すものです。最初の真理は苦体です。生きること自体が苦しみであるという真理です。次に実体があります。これは苦しみには原因があるという真理です。アショーカはそれを聞きながら静かにうなずいています。そして滅体です。これは原因を滅することによって苦しみを滅することができるという真理です。最後にラハールは動体に言及しました。最後に動体があります。これは原因を滅する方法があるという真理です。その方法とはつまり八正道です。これは正しい見解、意志、語り方、行い、なりわい、精進、念、そして瞑想、これらの8つの要素から構成されています。八正道を実践することで苦しみを滅することができると言われています。その通りだ、ラハールよ。そして今まさにお前が言った八正道が問いへの答えになる。正しい道を歩むために努め励むことが大切なのだ。アショーカはそのようにラハールに言いました。しかしラハールはその答えについてもさらなる疑問を抱いたようです。ですが師よ、ここでブッダが言われている正しい道とは一体何なのでしょう。正しいとは具体的にはどのようなことですか。それに正しい正しくないと判断を下すことは怒りという妄執を生み苦しみにつながるのではないでしょうか。アショーカは弟子の頑なな姿勢に根負けしたようです。ラハールよ、本当にお前はその才覚においては右に出る者がいない。だが修行とは常に厳しいものであり、簡単に悟りに到達できるものでもない。私も長いこと修行を続けてきたが、まだ真理を求める旅の途中だ。とにかくお前はまず偏った考えをやめて執着を捨てなさい。執着を捨てることが正しい道なのだ。それでも引き下がらないラハールはさらに死へと問いを投げます。師よ、どうすれば執着を捨て去ることができますか。私はとても不思議に思うのです。無明とは真理を知らないことだと師はおっしゃいました。ですが真理ならすでに知っています。この世の一切は皆苦しみであり、全ては無常で確かな実体を持つものなどない。それでも煩悩や執着は捨てられていません。どうしても欲しいものを追い求める心や老死への恐怖を手放せません。理論が分かったからといって悟りが開けるわけではない。悟りとは体感するものだ。お前はまず瞑想することから始めなさい。ブッダがそうしたように自分の内なる声に耳を傾けることで悟りへの道は開かれる。ラハールはこれ以上話をしても自分が知りたい真理にはたどり着けない、そう思いその日はおとなしく家に帰りました。ラハールは家に帰ってからアショーカから借りた仏典を読み学びました。ブッダが瞑想によって悟った後初めて教えを説いたとされる諸天法理、その時にブッダが語ったのが十二支縁起であると言われています。そのため悟りにかなり近い地点の概念であるだろうとラハールは考えていました。苦しみを生み出す根源である無明を知り、それを滅することで苦しみからの下脱を目指したのです。ラハールは何としても自身の問いへの答えを出そうとそれまで以上に修行に打ち込むようになりました。彼は毎日日の出から日が沈むまで森の中で瞑想の時間を過ごします。かつてブッダがそうしたように内省をすることによって苦しみの原因である無明の正体をつかもうと試みたのです。私はいつどのようにして私という意識を獲得したのだろう。この世が諸法無我であるのならなぜ私や死、この森の木々が確かに存在しているように錯覚してしまうのだろうか。その妄執を生み出しているものは何か。
彼は深く深く瞑想を続けました。彼は煩悩という激流を克服するために真理の筏を組もうとしていたのです。それから7日後のある日のことです。彼が瞑想をしていると、そこに1羽の鳥が飛んできました。その鳥は美しい青い羽を持っていて珍しい種類の鳥です。ラハールはその美しさに思わず見とれてしまいました。なんと美しい。この鳥は一体何という名前だろうか。そのように考えた時、ラハールは大きな真理を悟りました。それは彼が追い求めた無明に対する問いの答えです。そうか。彼は目を開くと、すぐにその森を駆け出して死のアショーカの家を訪ねました。死をついに悟りました。無明とは何か分かったのです。アショーカは突然訪ねてきたラハールを落ち着かせ、家へと招き入れました。それではラハールよ、お前に尋ねよう。お前が悟ったという無明とは何か。はい、無明とは言葉です。言葉？そうです。私たちに備わっている言語を扱う能力が無明の正体です。アショーカはそれを聞いただけではラハールの真意を理解することができませんでした。無明が言葉とはどういうことだ？ラハールは彼が悟ったことを死に話しました。十二支演技では無明から行雨、そして色と私たちの意識が生まれ苦しみへと連鎖していました。問題はこのようにして意識が生じること、本来は存在しない私が確かにあると錯覚してしまうことです。私たちはそれぞれが独自に存在しているわけではありません。名前を与えられることで私が区分され、名前を与えることで他者が区分されます。ラハールという名前があるから私が存在しているように錯覚してしまうのです。アショーカという名前があるからこそあなたが存在しているように錯覚してしまうのです。そのようにして本来は諸法無我であることを見誤り、あたかも私が確かに存在すると錯覚してしまうことが執着を生み苦しみへと連鎖するのです。言語という人間特有の能力が無明となり十二支演技によって苦しみを生み出しています。アショーカはラハールの教えを聞いて目の覚める思いでした。なるほど、確かにお前の言う通りかもしれない。だが私たちが生きていく上で言語とは必要なものだ。それがなければ生活は成り立たない。それに仏教の教えもまた言語によって説かれるものだ。はい、師の言うように言語は私たちが思考するための道具です。言うなれば常ならざるものを一時的に縛るための仮初めの縄なのです。ですがその仮初めの縄が鎖となって私たち自身を縛り付けているのです。言語とは煩悩の本流を渡るための論理の筏です。ですが一度彼岸へと到達すればそれはもはや必要がなくなる。つまり悟りを得るために言語は必要ですが、悟りを得た後は言語は不要なのです。ラハールはすでに死を超えて真理へと到達し、涅槃への道を歩み始めていました。そして世界は空なりと感ずるとはすなわち言語によって規定されないあるがままの世界、そのような世界のことだと私は考えます。言語によって規定されない世界では全てが常ならざるもの、そこに自我は存在しません。そして常ならざるもので自我が存在しないからゆえにそこに苦しみは滅するのです。言語が生じることによって執着が生じ苦しみが生じています。ですから言語を滅すれば執着を滅し、あらゆる苦しみを滅することができるのです。アショーカは改めてラハールの才覚をたたえ、洞察の鋭さに舌を巻きました。言葉によって規定されないあるがままの世界か。面白い洞察だ。ではそれで理屈が分かったとして実際に苦しみを手放すために何をする？アショーカはラハールに問いかけます。はい、私たちは心の内の言語を滅することができます。欲しいものが手に入らない、そんな煩悩や執着が生じた時にその煩悩や執着そのものを消そうとしてはいけません。なぜならそれは因果の果であって因ではないからです。私が苦しんでいる時、その苦しみを滅するのではありません。私という錯覚を消すのです。そのために私はこの世を空と感ずることによって言語という差がを滅し涅槃へと至るのです。アショーカは静かに聞き、ラハールの言葉に深い理解を示しました。では私たちはどうすればその虚構を超えることができるのか？とアショーカは問いました。瞑想と静寂の中で言語のない空なる世界を体験することです。そして日常の中で幾度も激流を克服することです。筏はすでに組まれています。とラハールは答えました。
アショーカは目を閉じ、しばらくの沈黙の後、目を開いてラハールを見つめました。ラハール、お前は真に大きな悟りを得た。お前の言う通り、言語のない世界に真の涅槃があるのだと私は知った。ラハールとのこの対話によってアショーカもまたこの世の真理を悟るに至ったのです。それからラハールは死と共に空なる世界への道を歩み始めたのです。数年が経ち、ラハールは村の中で尊敬される僧侶となりました。彼は人々に苦しみを超える方法として無明の真理と瞑想による実践を教えました。ラハールは村の人々に語りました。私たちの苦しみは言語によって作られた世界に根ざしています。しかし言語を滅するところに真の自由があります。私たちは自分自身の内なる静寂を見つけることによって本当の平和を見出すことができるのです。彼の教えは多くの人々に影響を与え、多くの者が内面の平和を求めて瞑想を始めました。村は以前よりも平和で、人々は互いに優しく理解し合うようになりました。一方、アショーカはラハールの成長を誇りに思い、彼の旅路を見守り続けました。アショーカはラハールに言いました。お前のような弟子を持てたことを私は誇りに思う。お前は多くの人々の心に光をもたらした。ラハールは微笑みながら答えました。死の教えがなければ私は私の筏を組むことができなかったでしょう。彼の教えは人々が苦しみを超え真の悟りを得るための道しるべとなっています。いかがでしたでしょうか。今回の動画では仏教の十二支縁起について、言語という人間特有の機能からその苦しみの原因である無明とは何かを別の視点で明らかにする試みでした。言葉を用いることによって存在しないはずの実態がまるであるかのように感じてしまい、それが妄執となって執着を呼び苦しみが生じる。瞑想はその言語を滅することを修行するためのとても良い方法です。目を閉じて静かに呼吸に集中することで言語が想起されるのを身体感覚によって制御するのです。もしかすると無明が言語だなんて馬鹿げている。ブッダの悟りがそんな単純なことであるはずがない、そう感じた方もいるかもしれません。ですがどうでしょう。実際にやっていただけるとわかるかと思いますが、執着や煩悩を滅しようとしても簡単にはそれらを手放すことはできません。ですが言語を滅することは煩悩を滅するよりも容易です。煩悩が燃え盛る焚き火であれば言語とは火がつく前の焚き木に過ぎないからです。またブッダの言葉の中には彼が悟った真理が悟った後は必要なくなったと思わせる一節もあります。スッタニパータのダニヤの章では次のような言葉が語られます。死は答えた。我が筏はすでに組まれてよく作られていたが、激流を克服してすでに渡り終わり彼岸へと到達している。もはや筏の必要はない。だから神よ、もし雨を降らせようと望むのなら雨を降らせよ。ここでの筏を組むとは言語によって苦しみを滅するための真理を見出すことであり、その真理とは言語を滅することであるから、それを悟った後は言語がいらなくなるのだと解釈することもできます。そしてブッダが書店法輪で初めて教えを説いた際、その話を聞いただけで悟った者もいると言われています。だとすればブッダが悟ったこと自体はそこまで難しいものではなかったのかもしれません。ブッダは涅槃に入る際、全ては諸行無常、努め励み修行を完遂せよと言いました。悟りはあくまで前提条件であり、行うべきは修行の完遂にあるのではないでしょうか。今回の物語で重要なポイントは何か。それはラハールが実際にそうだったように伝承されている教えを何も考えずに鵜呑みにしてはいけないということです。無明とは何か、なぜ真理を知っても悟りに至らないのか、なぜ苦しみを手放せないのか、それらを徹底的に吟味して思案することの重要性がここでは語られています。ですのでその執着や煩悩を生み出す縁となっている言語を滅するのです。無明という根本原因を直接滅することで、より簡単にそれらの苦しみのない精神状態へと至らしめることができるのです。そしてブッダが入滅の直前に語ったように、全ては無常ですから努め励むことが大切です。あなたが世界を空なるものと見て、あらゆる名門から解き放たれ、苦しみのない涅槃寂情へと至ることを願っております。
それではご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタンを押していただけますと制作の励みになります。動画を見て込み上げた思いはぜひコメントへ書き込んでくださいね。お聞き逃しのないようチャンネル登録と通知オンをお願いいたします。